はいどうも、キスケです。今回は NTE 全無料 S ランク小判の入手方法を解説していこうと思います。 S ランク小判は非常に貴重で S ランクキャラクターの最適武器にも代用武器にもなるんで、できるだけ集めたいところです。なので今回の動画ではボス撃破で入手できるものから、これは普通に遊んでたら見逃すんじゃないというものまで、全ての入手方法を解説していきます。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではまずボス戦から手に入る S ランク小判を見ていきましょう。まずはエンコンハリケーン。エンコンハリケーンはアノマリー依頼デュラハンの脅威をクリアするともらえます。依頼を受けるとマップに位置情報が表示されるんで、何らかの車両で向かいましょう。到着したら時間を深夜0時以降に調整します。すると爆炎とともにデュラハンが出現。トンネル方向に逃げていくんで追いかけます。一番安い車でも追いつけたんで、車両は何でもいいと思います。一定距離追いかけると炎の壁が出現しますから、そのまま突っ込んでください。ここでボス戦開始です。攻撃にディレイがかかってて少し避けづらいですが、頑張って倒しましょう。倒せば S ランク小判エンコンハリケーンが手に入ります。エンコンハリケーンは S ランクキャラクターハソールと相性のいい小判です。ハソールはサンダースピードというスタックを貯めて EX レール集結を発動してダメージを出します。この小判は EX レール集結を発動するとスキルの余ダメージを上げてくれますから、相性バッチリです。続いて熱狂の渦。熱狂の渦はアノマリー依頼リズムマスターをクリアするともらえます。依頼を受けるとマップに位置情報が表示されるんで向かいましょう。特にギミックがあるわけではなく、表示された位置に向かえば音ゲー魔王というボスがいます。そのまま戦闘を開始させましょう。音ゲー魔王はアクションと音ゲーが組み合わさった戦闘になっていて、回避やジャンプ、攻撃をタイミングよく押すことで効率よくダメージを与えることができます。敵の攻撃を見るのではなくて、音ゲーのバーをよく見てボタンを押せばそこまで難しくはないです。倒せば S ランク小判熱狂の渦が手に入ります。熱狂の渦は A ランクキャラクターハニアの最適小判になります。続いてクジラの歌。クジラの歌はアノマリー依頼深愛の嘆きをクリアするともらえます。依頼を受けるとマップに位置情報が表示されるんで、何らかの四輪車両で向かいましょう。到着したら時間を夜にする必要があります。僕は21時に設定したら出現しました。時間を夜にしてそのまま車両で進んでると突然世界が変わり、幻想的な世界を進むことになります。採用まで進むとシープリズン戦、空を飛んだり水中に潜ったりと遅延ばっかりしてくるボスなんですけど、攻撃チャンスは明確なんで冷静に立ち回れば倒せるはずです。倒せば S ランク小判クジラの歌が手に入ります。クジラの歌は攻撃力アップと HP 回復を兼ね備えたバランスのいい小判で、特定キャラクターの最適装備というわけではありませんが、生存力を高めたい時に装備させましょう。タイプがプラズマなんでハソールやナナリあたりがいいと思います。続いて仮面の下の涙。仮面の下の涙はアノマリー依頼孤児を呼ぶものをクリアするともらえます。依頼を受けるとマップに位置情報が表示されるんで向かいましょう。この円柱型の建物ですね。この建物の屋上まで登るとスカコイの鳥戦が始まります。ナナリがいれば登るのが楽になります。スカコイの鳥は極限反撃を繰り返してれば知らぬ間に勝ってます。攻撃のテンポも分かりやすく戦いやすいですね。倒せば S ランク小判仮面の下の涙が手に入ります。仮面の下の涙は EX レール集結を敵に命中させるとデバフを付与できるんで、先りあたりに装備させるのがいいと思います。続いて現実の避難所。
現実の避難所はアノマリー以来映画を見に行こうをクリアするともらえます。依頼を受けるとマップに位置情報が表示されるんで向かいましょう。この映画館ですね。映画館に入るとまず2階に向かってください。2階に向かったら左側の奥まった通路を進んでいき、小さな小部屋に入りましょう。ここでマダラチョウ戦が始まります。マダラチョウは常に宙に浮いていて距離を取って攻撃してきます。体力を半分ほど削れば地面の反射から攻撃してくるんで、冷静にカウンターを決めて勝利しましょう。倒せば S ランク小判、現実の避難所が手に入ります。現実の避難所は S ランクキャラクタージョエンの最適武器の一つになります。ジョエンは敵にマーカーを付与しながら戦うキャラクターで、この小判はマーカーダメージを底上げしてくれますから相性バッチリです。続いて漆黒の青春妄想。漆黒の青春妄想はアノマリー以来ポストアドレセンスの書をクリアするともらえます。依頼を受けるとマップに位置情報が表示されるんで向かいましょう。この建設現場みたいなところです。ここの4階にボスがいるんで、正面入って斜め左にあるエレベーターで向かいましょう。4階に到達すると魔の書との戦闘が始まります。魔の書は体力を半分ほど削るとキャラクターを操作不能にする攻撃をしてきます。地面に映る円をよく見ながら回避して戦っていきましょう。倒せば S ランク小判、漆黒の青春妄想が手に入ります。漆黒の青春妄想は S ランクキャラクターダフォディールの最適武器の一つになります。ダフォディールはゲーム内で唯一のブレイカーなので、ブレイクパワーを上げてくれるこの小判と相性バッチリ。こっからはボス戦以外で入手できる S ランク小判について。まずはログインボーナス。ログインボーナスの10日目に S ランク小判銀河の残像が手に入ります。銀河の残像は同じくログインボーナスの3日目に手に入る三月の最適小判です。続いてシティ名声。シティ名声のレベルが21に到達すると S ランク小判シコーニャンが手に入ります。シコーニャンは同じくシティ名声のレベル18で手に入る S ランクキャラクターちーちゃんの最適小判になります。ちーちゃんは自身のスキルでゲーム内通貨であるファンスを稼げますから、所持してるファンスが多いほどダメージが上昇するこの小判と相性バッチリ。続いてナクペイダの池。マップを開いてここナクペイダの池というスポットがありますんで向かいましょう。ここでは毎日1回だけ運コインを受け取ることができます。ナクペイダの池に向かってインタラクトすると選択肢が出てくるんですが、経験の願いというのを選択すると運コインを獲得できます。ちなみに2つ目の選択肢、コイン好きいい評価というのを選択するとファンスが手に入ります。運コインの方が貴重なんで間違えないようにしましょう。で、この運コインを100枚集めるとショップの小判ストアから S ランク小判コインより笑顔を交換できます。コインより笑顔は主人公と相性のいい小判です。ギフトパックで買える形成の雨を持ってない方は装備させましょう。毎日コツコツコインをもらわないといけないんで忘れないように。続いて日食お姉さん。時間を午前8時くらいにしてからアノマリー管理局にファストトラベルすると、すぐ右側に日食お姉さんが出現するんで話しかけましょう。一度話しかけるとマップのあちこちに日食お姉さんが出現するようになります。この日食お姉さんに順番通り合計6回話しかけると小判をもらえます。はじめのアノマリー管理局が1回目として、2回目はここフォトスタジオの屋上にいます。注意点として、日食お姉さんと会うときは時間を6時から9時の間くらい、天気を晴れにしておきましょう。僕は6回とも8時に設定しておきました。時間を間違えると出現しませんので注意しましょう。
それでは2回目の会話、フォトスタジオの屋上に向かいます。話しかけ終わると暗転し、日食お姉さんが別の場所に移動します。3回目はここ、ギフトショップの屋上にいます。レンガ造りなんで分かりやすいですよね。屋上に向かって話しかけると、またも暗転して移動します。4回目はここ、フォトスタジオ近くの海辺沿いにいます。踏切を渡って話しかけましょう。5回目はここには赤い鉄骨が 2,3 本立ってるんですが、町から橋に入って一番手前の最上部にいます。7里がいれば簡単に登れるんですが、7里以外でもスタミナは持ちます。実際に登ってみましょう。めちゃくちゃ細い道なんで気をつけて登っていきます。登っていくとこれ以上登れないところまで来るんですよね。そこから向かいの柱に滑空しながら移ります。こっからはスタミナとの勝負。ちゃちゃっと登っちゃいましょう。登りきると日食お姉さんがいます。これで5回目。最後の6回目はアノマリー管理局。日食お姉さんが帰ってきてるんで話しかけましょう。これで S ランク小判休息日がもらえます。休息日は主人公と相性のいい小判です。装備すると特殊なスキルを使うことができますんで、使ってみてください。マジで強いです。最後は指名手配レベル。指名手配レベルを最大まで上げると特殊なボス通行正義が出現します。この通行正義を倒してから治安所に向かうことで S ランク小判ヘテロシティの平穏がもらえます。ヘテロシティの平穏は主人公と相性のいい小判です。ギフトパックで手に入る形成の飴を持ってない方は装備させましょう。ちなみにボスの通行正義はめちゃくちゃ強いです。どのタイミングで戦ってもレベルが99なんで、しっかりと育成してから挑むようにしましょう。いかがだったでしょうか。今回は全無料 S ランク小判の入手方法を解説してみました。11種類もの S ランク小判が手に入りますし、 S ランクキャラクターの最適小判になってるものまでありますからね。すべて手に入れておきましょう。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。